ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、日本国内において有名企業が大規模に不正を行っていたことが話題になっています。ビッグモーターの保険金不正請求事件です。深掘りすればするほどたくさんの不法行為が行われていたのではないかと言われる今回の話題なのですが、改めて人事ではないといった部分などについての解説を行っていきましょう。まず第一に、ビッグモーターは車の売り買いやメンテナンスなど様々なところでユーザーにとっては一通りのサービスを受けられるところでした。中古車販売もしていますし、中古車の買い取りなどもしています。また、車検や修理なども請け負っていたことから、車に全く詳しくない人などにおいては、ディーラーなどに全部任せるよりは安く済むよねといったいわゆるイメージでもってしてビッグモーターに全てを預けてしまう人たちというのもいたわけです。しかし内部告発などを中心としてビッグモーターは修理として受け取った車にわざと傷をつけるなどして保険を使用しての修理などにおいて不正な水増し請求を行い、それによってより多くの工賃や技術料、部品代など様々なところで利益を稼ぎ出して上積みしてきました。しかもこれ、どこか一店舗の話ではなく、全国展開しているビッグモーターにおいて各地において同じようなことが様々行われ、しかもそれらのやり方といったものもグループ全体で共有されていたのではないかといった疑惑などが持たれています。この件に関して実態調査をなかなか行わなかったビッグモーターなのですが、あまりにも周囲が騒ぎ出していたことから実態調査へと乗り出し、それに伴って何千件という不正請求が行われていたことが明らかになりました。そして今日社長が記者会見を行いました。しかしこの記者会見、社長の言動に本当に呆れてしまったという感想を持つ人たちも多くいたようです。実際、ビッグモーターの社内で様々なところで行われていた保険金の水増し請求、自分は全く知らなかったし、他の役員たちも同様だ。経営陣たちは全くこのようなことが現場で行われていることは知らなかった。そしてこのようなことを行っている社員たちに対して非常に怒りを覚えているといったような内容を話していました。つまり、経営陣らには全く責任はないといったことを前提とした上で、一応は管理責任もあるから社長の任は退任しますといったような話をしています。社長は会社経営陣らが現場に対して違法行為をするようなそのような指示を行ったことはないといった話をしましたが、ではなぜそのような違法行為が繰り返し行われてきたか、その原因として社長は過大なノルマを課したがために社員たちが違法行為を繰り返し行ってきてしまったといったことなどを理由として挙げていました。しかしそれもあくまでも自分たち経営陣の出したノルマではなく、何か勘違いしてしまった本部長などがありえないようなハードルの高さのノルマが原因だったとしています。そして社長自身はそのような現場の雰囲気や状況などについては一切把握できなかったと話をしています。このような言動は私にはどうしても責任逃れのために徹底的に弁護士と話し合った末にそのようなシナリオを作ったのではないかと疑っています。というのも、この創業社長はもともとはこのビッグモーターの非常に小さい店舗からスタートしたこともあり、現場をそもそも知っている人です。現場を一切知らず経営だけに専念したなどという言い訳というのはちょっと通じない人物です。最初の頃は社長自身もきっと現場に出て様々なところでどのような仕事をすればどのような売り上げが上がり、それによってどれほどの利益が出るかといったことなどを肌感覚で知っていたはずです。実際そのようなことを匂わせる場面はありました。それは人事です。ビッグモーター社内においては店長たちを中心として様々な人たちが一堂に会するようなインターネット上の集まりなどがあり、ノルマを達成しない人物などに対して罵声を浴びせるといったことなどが繰り返し行われていたことが内部告発から明らかになっています。いわゆるパワハラが横行するような職場環境であったというのです。そのようなノルマに基づくパワハラが横行する中においても、社長はどの社員が売上などを伸ばしているかなどを基準として抜擢人事を繰り返し行っていたし、また数字が伸ばせない人物などには積極的な降格人事も行っていたというのです。つまり経営に専念すると言いつつ、実際にはエリアマネージャーであるとか1店舗ずつの店長などのレベルなどにおいてもどの程度の売上が上がっているか下がっているか伸ばしているかなど細かな点について
自ら介入していたというのです。このような状態で私は何も知りませんでしたという言い訳を使うにはかなり無理のある話です。ただ、このニュースを聞いても、ビッグモーターで私は一切関わりがないんだから、このニュースにも関心がないわという方がおられます。しかしそれは実はぐるぐるっといろいろ回り回って関係ないところにも負担が来ている可能性は十分あることを知っておくべきでしょう。というのも今回の話、ビッグモーターが損害保険会社に不正請求をしていた。それに伴って余計な保険金の支払いというものがどんどんと積み重なれてきたわけですが、それに伴って被害者は誰なのかといった話になります。一見すると損害保険会社だけが損をしているかのように見えるわけですが、実際にはユーザーにもダメージは薄く広く押し付けられています。まず第一に、小さな傷で修理を依頼した人物が不正請求された場合において、修理代金は保険で賄いましたよと言われても、ビッグモーターが水増ししたより大きな修理などが伴うことから、保険等級の評価が悪くなれば、保険金そのものも当然のように上がります。また、損害保険会社が余計に保険金を支払い続けるということは、その分の利益を結局はどこかのところで負担させようと保険会社は考えるものです。案外、車とは全く関係のない地震保険、火災保険、医療保険など様々な分野で保険金の支払いが最近多いから掛け金を上げますといったような話をどこかでされているかもしれないのです。そして忘れてはならないのがモラルハザードです。いわゆる犯罪者が利益を得て逃げ得になってしまうという状況は、正当なビジネスを行って競争している会社などに勤めている人たちに対して明らかに不正に有利な状況を勝ち取ってきたという事実が残ります。ましてやそこで不正請求を行うことによって売り上げを伸ばし、それに伴って高い給料を得ていた人たちが何ら罰を受けずに今後も働き続けたり、何ら責任追及されることもなく、他の会社や他の業種へと移って、あそこでうまく金を稼ぐことができた。よかったよかったで終わってしまうというのは、あまりにも犯罪者にとって有利な世の中となってしまいます。そのようなモラルハザードを起こすような社会であっては良いわけはありません。いわゆる反社会的組織というようなレッテルを貼りたいところですが、さすがにそこまではなかなか私には言えませんが、少なくともそのような保険金の不正請求といったものを繰り返していた、そのような社員が日本全国各地に展開していて、それらの多くの店舗で見られたというのであれば、会社全体の責任として、ここに懲罰をかけるような制度が私はあるべきだと思います。また、そうした保険金の不正請求騒ぎといったものとはまた別の話として、やはり全国展開している中で様々な悪どい手口といったものを共有しているのではないかと言われているのが、ビッグモーターに面する道路で街路樹があった場合、この街路樹を積極的に枯らしていたのではないかといった疑惑です。この点についてはまだ本当かどうかといったことは確定はしていないのですが、もしかしたらと思わせるのが、1店舗だけの話ではなく複数店舗において同じような状況なのではないか。また、樹木を管理している公の機関が、この木が枯らされたのは明らかに誰かが薬剤などを散布したからだといったような立て看板を設置しているなど、明らかに人為的な力が加わった可能性があるわけです。複数店舗でそのような事例が発生しているということは、やはりそのようなことをしてでもより自分たちの店舗を目立たせようとする、そのようなやり口というものが社内の責任者レベルの人たちで共有されていたかもしれないと伺わせるには十分な状況だと思います。このようなことからインターネット上では大きな話題となっているわけですが、国からの明確な罰といったものがビッグモーターに対して与えられたわけでは今のところはありません。そして罰を与えるにしても結局のところビッグモーターが行った不正というのがいつから始まって、それに伴って不正に得た利益というものがどれほどなのかについては、ほとんどが闇の中に葬られてしまうだろうと言われています。結局のところ不正請求を行うその手口からして、やった本人がこれをやりましたといったことを言わない限りは、ほとんどの場合バレないといったのが現状であり、しかも保険会社も現状の仕組みではほとんど見破ることができないと自白していることから、誰が不正に手を染めていたのか、そしてどれほどの数、どれほどの被害額が出ているかなどについて、損害保険会社もきっちりと数字を揃えることは困難だという話さえしているのです。しかし、やっていることそれ自体が非常に悪質なわけですから、これに対応する法律がないというのであれば、そのための法律を私は日本でも制定すべきだと思います。例えば、日本国内には今は存在しないそのような仕組みとは、社会的制裁を
刑罰で罰金として課すという方法です。犯罪による不正な利益といったものを罰金でがっつり取るというのは、私は日本でも導入しよいことだと思います。ビッグモーターが店舗展開を一気に拡大させてきた要因として、当然のように売上も伸びてきたといった事情があるわけですから、果たしてその利益というものが妥当なものであったのかどうか、そこを見極めた上で不正に手を染めれば社会からとんでもないしっぺ返しを食らうんだぞといったことを巨額の罰金という形で課すのが良いのだと思います。今のままでは経営陣は何人かが退任したとしても、彼らはこれまでの実績として基礎財産を築いてきたわけですし、また不正請求の水増しなどによって不正に高い給料を得ていた人たちもその利益を手放すわけではありませんから、今の刑法というのが残念ながら犯罪者にとって優しい、そのような現実を見せつけているのだと私は思います。ちなみに社長は記者会見において現場で不法行為が行われていたことについて本当に何も知らなかったのかといった記者の質問に対して、天地神明に誓って私は知らなかったといった回答などをしています。果たしてこの後内部告発などによってこれが覆されるのかどうかといったところが要注目だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。今回の意見を聞いて皆さんはどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。なお、今回は保険金の不正請求の話でしたが、車の買い取りなどにおいても見積もりを取ってもらうときにはどこよりも高い金額で買い取るといった話などをしていてくれたのに、実際に買い取る段になっていきなり金額を下げられて、でも売る話でもうまとまったつもりだったから結局は押し切られてしまったなどといった個人的な話などもインターネット上ではパラパラありますし、同じように車検には出したんだけど実際には何も検査していなかったんじゃないかといった話や、車を売るときに事故車を修理したことをその自己修復歴などについて一切記載せずに車を売ったんじゃないかといった話など、様々本当かどうかわからない、しかし様々不正が行われていたんではないかといった話などが飛び交っています。どこまでが本当かはわかりませんが、しかしそのような話が次々出てきたとしても驚かないぐらいの状況に現在のビッグモーターはなっています。何か体験談をお持ちの方はぜひともコメントをしていってもらえると嬉しいです。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。